はい。生まれも育ちも大津です。豆三郎です。会長です。なんと今回は大津城に来ております。パフパその理由とはドドンドドンキャッスルステイということで、なんと1泊100万円で大津城に泊まれちゃうらしいんです。マジでその実態も調査しに参りました。パフパフパフ。ニュースになってるもんな。最近ねニュースになってると思うんですけど、キャッスルステイね。そうキャッスルステイ、マジですごくないこの企いやす画。ごい、めっちゃすごい。いやーね、ちょっとね日本初らしくて、どうやらあ1泊100万円のコースがどんなもんかっていうのをねちょっとね皆さんにお伝えしたくて。ちなみにさあ、はい、内容としてはどんなもんですか。その100万円で何人泊まれるの？で1組2名の料金が100万円でございますが、6名まで泊まれるんですって。はい、2名以上の場合プラス10万円ずつ課金されるらしくて、だから6人で泊まったら600、あ、いや150万140万円お支払い。140万円、そうだそうだ。いや、私の知ってる大津城の中身はさ、はいはいはなんせ板張りよ。い。板張りよ、もう本当。板張りよね、ね。寒かったりするのかなって思うんですけど、んなんかそこはうん来年1年間の中で30日しか宿泊する期間がないらしくて、年がら年中泊まれるわけじゃないらしいんですよね。でその多分ね、そのあんま寒くない時期に多分ね泊まるんだろうなと思うんですけど、すんげえ寒い時も体験していただきたいけどね。なんていうの、もう来んの嫌になるやろそんなんすっげえ寒いなみたいな。いやそれも価値よ。だっていや俺は嫌や、100万円出してなんで震えなあかんねんってなるやん、そんな。いや、当時の人はそうやったと思うで。まあね、いや、霧が張ったら綺麗やしな。まあね。でも花火の時とかさ、いや泊まれるかどうかわかんないけど、めっちゃいいよね。大津城から花火その時はちょっと200万ぐらいにしてほしいな。まあご予約いただいた場合にですね、こうね、入場シーンというところから始まります。あ、入場シーンがある。はい。どういうことなんですか？入場シーンがある。もう新郎新婦ならぬですね、はいはい。来客が入られる時、ホラ貝の合図とともに大津城に入場していただきます。マジで迎えるのは武者たち。殿様の入場を待って、上り隊員が待機して上りを振ってお迎えいたします。すごいね。これは米子藩から大津藩に入場された加藤さんを待つ家老をはじめとする上り隊、鉄砲隊を復元したものであります。鉄砲隊はね今でもありますからね。実際にやってくれるんでしょうね。そうですね。ようこそドーンってやるんじゃないやっぱ。すげえな。上りを振る。それから城主が馬に乗って入場。お客様は影武者を任じられ、城主賞を授与されます。お客さんが馬に乗ってくるんじゃなくて、どうも違うらしい。お客さんは影武者なのね。そうなの？俺馬にてっきり乗ってくるのがお客さんだと思って。で、殿様の号令とともに鉄砲隊による祝砲が放たれます。で、お客さん影武者なの。どういうことだ。ちょっとここ要確認。多分ね。なんか複雑な気持ち。大津。殿様になれる感じじゃなくて。わかんない。殿様になれるのかと思ってた。わかんない。影武者って言われたからさ。影武者なんて今100万として影武者なんと思ったんやけど。でもカスタマイズによってはここで伝統芸能などをご覧いただくこともできますし、肱川で鵜飼などをやっていただくこともできます。もちろんご夕食は大津の食材を生かしたフルコースをご堪能いただきます。100万っすよ、なんせ。何食べさせてくれるのみたいな。いいね。お風呂。二の丸に設置された浴室でライトアップされた大津城を眺めながらご入浴いただきます。露天？お風呂ができるってことなの？いいけど、でもやっぱそれはもう100万円の人だけってことだよね。その一般の人がどやどやとは入れんよね。1万円払うたらちょっと。お風呂。100万円の人1万円のお風呂。もう違うお風呂かなこれ。そうなんけど100万円のうちのそして寝室は本丸
ほんまに天守の1階に障子を張り、畳敷きで。一番上がええわ。いや俺も一番上だと思ってた。ねでもご飯ちょっと待ってご飯食べるのどこで食べるわけ？あ、多分、下に作られているレストランになる予定だと思う。あ、ここで食べるわけではない可能性が高い。そう。そこから運んでくるのかもしれない。ああ、なるほどね。2日目の朝、はい、2日目の朝。国の重要文化財我流山荘貸し切りでおお。朝食をご堪能いただきます。すごい。我流山荘で食べれるん？殿様御前を存分に。すごい、ね。庭を見ながら。庭を見ながら。うん。いや、めちゃくちゃ厳しいんで、我流山荘。もう写真もさ、フラッシュ焚かないでくださいとか、めちゃくちゃ言うやん。そうなんや。すごい大事に厳しい厳しいところの中で、これ価値ある。ある。あ、これは価値ある。次のお客様に関しましては、はいはい空港までの送迎もついております。お。送迎車は？馬車2日目はぜひ、もう残された時間はですね、もう伊予の小京都と言われる肱川流域の魅力のスポットを堪能していただきたいですね。我流山荘はもちろん、なるほどなるほど。ポコペン横丁も、それからお花藩通りもいいですね。堪能しながらオズの土産をいっぱい買って帰っていただきたい。本当ね。いやでもすごい楽しみですね。100万円で泊まれるっていう、まあすごい大勢にとってはキーになるようなコンテンツがねまた新しくできたってことでね。発想がね。いやすごいよね。私も100万あったかな。ちょっと名古屋でも泊まりますか。いや本当稼がんといけない。貯金さんぜひお待ちしております。泊まりに来てください。100万円で大洲城お城に泊まってみた本当ねヒカキンさんとか有名な YouTuber さん本当どしどし来てもらってね。もしくはものすごく好きなんよ千鳥。ああ千鳥。大悟さんとノブさんに泊まってほしい。いや番組とかでねでも本当ねやってほしい。でそれでやっぱりさ露出が増えるじゃん。絶対いいよね。ごめんやっぱ千鳥じゃなくて和牛って言った方がいい。完全に使わせてもらいましたまあね。ということで、概要欄の方にもですね、キャッスルステイの、リンクを貼っておきますのでご興味がある方はぜひ、調べてみていただいたらなと思います。はいということでじゃあまたねバイバーイ。